はいこんにちは、MD ジャックです。はいです。皆さんこんにちは。ジャックさん、このイヤホン何ですか？穴開いてますよ。これ大丈夫なんですかね？ということで今回は CCA CXS 3000円前後の価格でリリースされたダイナミックドライバーモデルのレビューです。なんか見た瞬間にとりあえず欲しくなるデザインだよね。CCA ちょっとずるいぞ。このデザインかっこよすぎじゃん。実際どうなんですか？このデザインで音に影響ないんですか？そりゃあダメだったら売らないでしょ。例えば TRN-TA1MAX みたいにタンクボディでセミオープンなモデルがあって、本体の容積は小さいけどダイナミックになるからね。CXS もセミオープンだから TA1MAX みたいな開放的ななり方が期待できるわけだ。ここですね。ここでエアフロー調整してるんだ。あ、実際音がちょっと漏れてきてますね。今回はセミオープンってことがキーになりそうだね。ドライバーは 10mm の新開発のレジェンドダイナミックドライバーだって。同調した時点で伝説ってネーミングがすごい。この写真ではレジェンドダイナミックドラバーになってますけど、まあまあ細かいツッコミはしないでおこうか。はい、ドラバーちょっと目に入っちゃってクスってなっちゃったんで失礼しました。ところで本体持った感じ重いんですけど、お箸より重いものは愛には全部重く感じるんで。どんだけお嬢様なんだよ。冗談です冗談。でも本体が重めなのは本当ですよ。確かに測ったら片側実測 10.9g 重めだね。重いから装着すると違和感ある？いいえ、装着しちゃえば別に気になりませんよ。大きさも標準的だしイヤーフィンの突起もないですから、愛の耳にはしっかりフィットしてくれます。さて今回のサウンドチェックは最近レビューした 7Hz サルノーツ0にしてみたよ。評判の良かったモデルですね。ゼロの勝ちじゃないですか？いやいや別に勝負じゃないから。イヤピは単ジジム TAPB とレベルを、ケーブルは接続タイプが違うのでそれぞれの付属ケーブルを使用しました。ではどうぞ。音量上がります。サウンドチェックいかがでしたか？後ほど波形比較しますが、広い帯域での特徴の違いがサウンドチェックでも感じられたのではないかと思います。ではイヤピ比較をさらっと見てみましょう。CXS のセミオープンがより際立つかなと思って単ジジム TAPB を音収録と聞き比べに選んでみました。低域がしっかり出て高域は比較の中で控えめな方ですが、好みのバランスはこれぐらいです。8キロ付近のピークはイヤピでまだ伸びる余地がありますね。続いてシングル波形です。なかなか理想的なカーブに見えるんですけど、どうですか？グラフで見ちゃうと低域の出方と中域の減衰がもう少し少なくてもいいかなーって思ったんだけど、聞いてみるとそんな細かいこと気にしなくてもよかった。バランスいいわ。ジャックさん、すっかりお気に入りフラグ立ってますね。次は音収録で比較した 7Hz サルノーツ0との比較です。0は CXS に比べフラットを意識したチューニングになってるよね。だから低域中域のカーブが緩やかでしょ。そうですね。エントリーモデルでこういうこだわりチューニングはあまり見かけないように思います。0を聞いた時、今年のエントリーモデルはこれで決まりかななんて思ってたけど、 CXS を聞いてみてそれが覆るかもって思っちゃった。それからバランスの良さで思い出したのが CCA ライラ。確かこれも個人的にバランスいいって思っていたモデル。波形を重ねてみるとなかなか似てるでしょ。あ、ほんとだ、似てますね。じゃあこれはどうだったかなと思って CCA、CRA と CRA プラスの波形を重ねてみると、あらら、CRA プラスがよく似てますね。でしょ。 CCA の最近のダイナミックドライバーモデルのチューニングは結構一貫性があって微調整を繰り返しているみたい。ただこれはあくまで特性のみの比較で実機を聞くと違う部分も当然あって、結論から言うと今回の比較では CXS が一番良かったよ。穴開きボディだからですかね。
それはデザインでしょ。でも愛ちゃんにそう言われるとそうなのかって思っちゃうわ。実際にはその下のエアーフローの調整でセミオープンになっているのはアドバンテージだね。ライラ CRA プラスを聞いた上での CXS は低域のパンチ力、音の輪郭がより明確、各楽器が少しずつ違う階層から出てくるセミオープンゆえの飽和感の少なさ、こんなところがいいと思ったポイントだね。音が飽和しないのがセミオープンの良さだと思うんだけど CXS だけがセミオープンだから最初からアドバンテージはあったわけだ。なり方の傾向は CRA プラスに似ていて、それにセミオープンの良さと低域のパンチ力が加わった感じ。例えばですけど、風がない日の打ち上げ花火は煙が残っちゃって光が濁って見えますよね。風があれば煙がスーッと逃げて次の花火が綺麗に見える。それをサウンドステージに置き換える感じですかね。ああ、その例えいいね。イメージとしてはそんな感じ。セミオープンのアドバンテージで空間がある程度綺麗に保てるから、音数が増えてきた時、曲が盛り上がってクラッシュシンバルなんかがバンバン鳴った時に差がつく感じ。7Hz、サルノーツゼロにもないセミオープンの良さはちょっと反則技かもしれないけどね。最初はデザインに惹かれて音質はあまり期待していなかったけど、いい意味で裏切られたわ。愛はデザインも音質も気に入っちゃいました。イヤホン予算は厳しいですけど3000円くらいなら買っとこうかな。そうだね、買えるなら買っておきなよ。この価格帯のモデルもだいぶ性能が上がってるなーっていう印象で、聞いててここがこうだったらいいのにっていう不満が減ってきていて、高いモデルとの差が縮まってるなーって思いました。ライラ CRA プラスが好きな人にはおすすめできるし、3000円ぐらいの価格帯でイヤホン探してる人にもおすすめ。デザインは斬新、音質はちょっとドンシャリ系だけど堅実、程よい開放感ありという印象の CCA、CXS のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。